おはようございます。桜井です。今日は2025年6月25日から26日にかけて報じられた暗号資産の最新ニュースの中から投資家目線で絶対に押さえておきたい重要なトピックを4つ厳選してお届けします。今回の動画では単なるニュースの読み上げではなく、それぞれの動きが市場にどう影響するのか、そして投資家としてどんな視点を持つべきなのかという点で分かりやすく解説をしていこうと思っています。また、難しい専門用語もできるだけシンプルに噛み砕いて説明していきますので、初心者の方でも安心して最後までご覧いただけます。ビットコインやイーサリアムに投資をしている方はもちろん、今後 Web3 やトークン経済に注目している方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。では内容に入っていきたいと思います。まず最初の注目ニュースは、日本企業のメタプラネットがなんと 12,345 ビットコインを保有し、テスラを抜いて世界第5位のビットコイン保有企業となったという話題です。これは日本国内だけではなく、世界的にも非常に大きなインパクトがあります。なぜなら、これまでテスラが企業としてのビットコイン保有量で注目されてきましたが、そこに日本企業が割って入ったという事実が市場に与える象徴的な意味が大きいからです。では、なぜ企業がこんなにも大量のビットコインを保有するのでしょうか。その理由の一つは、ビットコインがデジタルゴールドとも呼ばれるようにインフレヘッジ、つまり通貨の価値が下がった時のリスク対策になると考えられているからです。加えて従来の現金や債券では得られない資産の成長性を企業がポートフォリオに組み込もうとしている動きとも言えます。実際アメリカではマイクロストラテジーを筆頭に企業によるビットコインの保有がトレンドになりつつあります。今回のメタプラネットの動きは日本企業が本格的に暗号資産を資産運用に組み入れる時代が来たとも読み取れる非常に象徴的なニュースです。では続いて取り上げるのはビットコイン ETF に11日連続で資金が流入しているというニュースです。中でも注目はブラックロックが主導する ETF に 5.88 億ドルもの資金が流れ込んだという点です。まず ETF っていうのは上場投資信託と呼ばれ、株式のように証券取引所で売買できる投資商品です。これまで暗号資産に直接投資するのはハードルが高いと感じていた機関投資家や年金基金が ETF を通じてビットコインに間接的に投資できるようになったことで市場に新しいお金が流れ込んでいるんです。この11日連続での資金流入は非常に強いシグナルです。ビットコインをただの投機対象ではなく、機関投資家が本気で資産として評価をし始めているということを意味します。ETF への資金流入が続くと、ETF 側はそれに応じて現物のビットコインを買い入れる必要があります。つまり、実需が発生するため、価格の押し上げ要因になるわけです。この動きは短期的な価格上昇だけではなく、ビットコインという資産の信頼性が広く市場に認識され始めていることの表れでもあります。今後さらに ETF が普及すれば、より安定した市場形成が期待できるかもしれません。では、3つ目の注目ニュースに移ります。3つ目の注目ニュースは、ステーブルコインに対する規制強化の動きについてです。今回注目されたのは、IMF 国際通貨基金とドイツの金融規制当局バーフィンの発言や対応です。まず IMF はステーブルコインに対して依然として未解決の問題が多いと指摘しました。これはステーブルコインが金融安定性に影響を与える可能性があるという以前からの懸念を改めて強調するものでした。さらにドイツのバーフィンはエセララボが発行する USDE ステーブルコインに対し42日以内の償還計画を命じるという措置を取りました。これはステーブルコインが単なる価格が安定している通貨ではなく、法的、金融的にも重大な規制対象になってきていることを示しています。ここで改めてステーブルコインっていうのが何なのか簡単に説明します。ステーブルコインっていうのは価格が米ドルなどの法定通貨に連動するように設計された暗号資産で仮想通貨市場では
価値を一時的に対比させるための通貨として多く使われています。しかし、その裏付け資産の管理や発行体の透明性が不十分なケースも多く、安定だと思っていたものが実は大きなリスクを内包している可能性があるんです。今回の動きは世界各国でステーブルコインへの規制が本格化する前の前触れかもしれません。投資家としては今後どのステーブルコインが安全とされ、どの通貨にリスクがあるのか見極める力が求められる時代に入ってきていると言えるのではないでしょうか。では最後に紹介するのはスペース X の株式がトークン化されるという注目のニュースです。この発表を行ったのはアメリカの投資プラットフォームリパブリック社で、個人投資家がスペース X の株にトークンを通じてアクセスできるようにする計画を発表しました。トークン化っていうのは株式や不動産のような本物の資産をブロックチェーン上でデジタル証券のように小口化、分割して取引できるようにする技術です。例えば今回のようにスペース X のような上場していない企業の株式でも事前に保有しているファンドや企業がそれを元にトークンを発行することで投資商品として個人でも買えるように設計されるというわけになります。ただしここで重要なのはこのトークンはスペース X の本物の株そのものではなく株式に連動する価値を持つトークンであることが多いという点になります。つまり価格は実際のスペース X の企業価値や評価に応じて動く設計になっていて、当然値上がりや値下がりもします。もし将来スペース X が上場すれば、そのトークンの価値もさらに注目される可能性があります。言い換えますと、これはスペース X の株に間接的に投資できるデジタル証券のようなものです。ブロックチェーン技術によって、これまで限られていた投資家しか参加できなかった世界が少しずつ個人にも開かれ始めているということになります。今回のように上場していない企業の株式にアクセスできるチャンスが生まれるというのは、これまで金融市場では考えにくいことでした。これにより限られた投資家しか参加できなかった未公開株への投資機会が一般の個人投資家にも開かれていく可能性が出てきています。この動きが広がれば株式や不動産、さらには美術品や金などあらゆる資産がトークンとしてグローバルに売買される時代がやってくるかもしれません。もちろん技術面や法規制の課題はまだ多くありますが、今回の発表は資産の民主化という大きなトレンドを象徴する出来事と言えます。暗号資産の可能性は通貨だけにとどまらず、既存の金融のあり方そのものを変えようとしているのではないでしょうか。はい。ということで今日は4つのニュースを紹介しましたけれども、最後に4つのニュースを振り返りつつ、今後注目すべきポイントをまとめていきたいと思います。はい。ということで本日は2025年6月25日から26日にかけて報じられた暗号資産関連の重要なニュースを4つ紹介しました。まず、日本企業のメタプラネットが 12,345BTC を保有し、テスラを抜いて世界第5位となったニュースは、国内外に大きなインパクトを与えました。企業がビットコインを戦略資産として本格的に取り入れ始めている流れが、いよいよ日本にも来ていると感じさせられる内容でした。続いて、ブラックロックが主導するビットコイン ETF に11日連続で資金が流入しているという話題。これは機関投資家の動きがビットコイン価格を下支えし、長期的な強気相場を支える可能性があるというポジティブな材料でした。3つ目はステーブルコインに対する規制の強化です。IMF やバーフィンの動きから今後の市場には透明性と法的整備が一層求められていくことがわかります。これによりどの通貨を使うのか、どのプロジェクトを信頼するのかという目利き力が投資家に求められています。そして最後にスペース X の株式のトークン化、これは暗号資産の世界が通貨だけではなく株式、資産全体へと拡張していくことを示す象徴的なニュースでした。今後トークン化は私たちの投資手段に大きな変化をもたらす可能性があります。こうしたニュースの積み重ねが
これから暗号資産市場の方向性を作っていきます。投資をしている方も、これから始めたいと思っている方も、日々のニュースを意味あるものとして捉えることが勝ち残るための第一歩ではないかなと思います。はい。ということで、この動画が参考になったと言われる方は、ぜひ、いいねと、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録をお願いします。コメントも大歓迎です。このニュースが特に気になったなど、皆さんの声を聞かせていただければと思います。次回の動画でお会いしたいと思います。ありがとうございました。はい。では、お知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。先日、説明動画を何本か公開しています。まだご覧になられていない方は、そちらをご覧ください。今は AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが、AI にはそれはありません。なので、投資成績も上がるのではないかと思っています。僕も先日からビットレード X でのステーキングっていうのを始めました。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方してみてください。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。